シングルヒット祈願。今回のヒット祈願は初めてセンターを務める井上がお一人様で地元に凱旋。思い出の場所を巡りながら仲間や恩人33人にこれまでお世話になったお礼も兼ねて新曲をキャンペーンしてもらいます。33人って言われるとパッと33人思いつかないんです今。前回母校を訪ね弓道部の仲間や先生方に感謝を伝えた井上。続いて向かったゆかりの場所は弓道部メンバーと足しげく通った中華料理店。するとここではお世話になった担任の先生の話に。担任の先生が今日ちょっと用事でいらっしゃらなかったんですけど、私が別の高校で卒業をしたんですけど、卒業式でやっぱ卒業証書もらうんですけど、その時に井上さんちょっとあともう一つ手紙がって言って、その担任の先生がいろんな私が関わった先生方からのお手紙を届けてくださって、だから私だけ卒業証書だけじゃなくて前の学校の先生方からの手紙をもらうっていう、その高校では卒業できなかったけど、でもなんかそれがなんか一つの卒業証書じゃないですけど嬉しかったです。すごく親身になっていろんなことをしてくださる先生で、この先生が私の担任の先生でよかったなってすごく思った先生です。うわー、先生。ここで担任の石井先生がサプライズ登場。井上にはビデオ通話で感謝を伝えてもらう。でも確かに卒業、私が転校先の卒業式の時にいただいたお手紙にも、メッセージも見てくれた。今でもすごい大切に取ってあります。ありがとうございます。ありがとうございます。そのメッセージ見て、すごい嬉しいな、頑張ろうって思えたので。それだったら送った甲斐がありました。よかったよかった。でも本当にちゃんとこうやって石井先生にありがとうございますって感謝の気持ちをちゃんと伝えられずに転校してしまったので、改めて本当にありがとうございました。いやいや、こちらこそなんか井上さんがね挑戦してくれてさ、学校を飛び出て活躍してるところとか、僕もそうだし他の先生とか、お友達とかすごいそれで勇気もらってる人がいっぱいいると思うんですよね。だから本当僕としても井上さんにはありがとうを言いたいなって思ってます。ありがとうございます。嬉しいです。今までのそして担任の先生にもセンターになった報告と新曲を PR。 CD 予約させていただきますので頑張ってください。大変なこといっぱいあると思うけど応援してます。ありがとうございます。嬉しいね。嬉しかった。ありがとうございます。さらに行きつけのお店にもしっかりキャンペーンをして、続いて向かったのは食べないんだ。確かに。食べたんですけど。食べてたんだ。由比ヶ浜は9割ぐらい友達との遊ぶ場所といえば鎌倉だったので、その時によく由比ヶ浜に来てました。でも由比ヶ浜だけど別に海に入ったわけでもなく、もうただ3、4時間ずっと海で話してたというか気持ちいいけどすごい湿気。ここら辺の濡れてないところにそのまま座って本当にずっと海見ながら喋ってました。日焼け止めもしっかり塗ってなかったから、それこそ加入したばっかりは黒かったし、ずいぶん白くなった。おっ、びっくりした。久しぶり。誰だ？さっき話してたここによく来てた友達です。ということで今度は小学校からの親友が合流。早速2人での思い出を話してもらうと、なんか小学生の時に友達になってくれないみたいな感じで言われた記憶めっちゃあって、で中1でクラスが一緒になって、めっちゃ餌付けされてたもん。してたよ。毎日フルーツを持ってってはあかりちゃんに絶対1個もらってた。反応が可愛かったからいいのありがとう美味しいみたいな食べたくなっちゃう魅力がその頃からあったんだよ多分。ありがとう、カメラの前で褒めてくれて。でも本当になんかいろいろきっかけくれる子だから、人と関わろうとしないと私しゃべんないやって思って、な
なんかあかりちゃん本当にすごいずっと喋ってくれるからあ、こういうものがあるんだとか、あ、これ私の好きなものだなとか趣味だなって思えるようになったきっかけを割とあかりちゃんとかたくさんいろんな情報をくれるから、だから本当に今こういう人になってるのは割ときっかけです。ありがとうございます。よろしくお願いします。そんなお世話になった親友にも改めて新曲をキャンペーン。ぜひぜひいつもありがとう。いえいえいえ、頑張ってください。頑張ります。応援してます。いつも感じてます。あかりちゃんからの応援。学校関係行っちゃったからやばいんじゃない？こっからがやばいんじゃないですか。鎌倉だ。小町通りはやっぱりでもここら辺に住んでる子ならみんな小町通り遊びに来る。私も遊びに来てたし、学校の行事とかでもよく来ましたね。あ、アップルパイもここよく食べてました。ちょっと閉まってるけど、あ、でも割と閉まっちゃってる。蜂蜜もよく。急に来るの。なんだ。わかる。チー。久しぶりなのかな。びっくりする。ちょっとこうなるともう思い出のとこ誰か出てくるなと思う。お友達です。あらどうして？いや、3年ぶりとかです。なんか高校上がってなんとなく連絡取れなくなっちゃって、連絡先も今知らないから、びっくりしました。ありがとうございます。連絡ついたの？びっくり久しぶりに中学時代の親友に再会。井上にとってどんな存在だったのか。中学校上がった時にちょっとお友達を作ろうと思って隣の席だったんですよ、一番最初で、ちょっと頑張って話しかけようと思って仲良くなってもらった友達。中学で青春らしいこと大体チーと一緒にやってる。文化祭の後行ったくない？あ、かき氷。かき氷食べ食べたよね。こぼしかき氷私こうした。こぼした。あれここで食べてたよね。膝の上で食べてた。なんかやる。天マンゴー。そう。なんでここで食べ私絶対マンゴーだった。めっちゃカラオケでさ、寝転がりながらジュース飲もうとしてめっちゃこぼしたのめっちゃ覚えてるの。私？なんだこれ。ここで再会のお祝いに思い出の味を2人で堪能してもらうことに。これうまそうだわ。けど気をつけてね。気をつける。これやっぱマンゴーかも、かき氷は。全然お一人様とはありがとう。程遠いな。仲間ばっか勉強が悪すぎて、本当に中学校3年生の時に中学校1年生の範囲をなぎちゃんに丸つけてもらったりしてて高校に行けたのもまずなぎちゃんだし、塾に誘ってくれなかったら多分塾行ってなかったし、で今大学行けてるの、大学行けてるの、もう大学に行こうって勉強できてるのも絶対その積み重ねなかったら多分大学なんて行けてないから、本当に感謝しかない。本当に人生詰めてなかった。会ってなかったら中学で。すごいじゃん。嬉しい。影響を与えたんだ。でも私は本当に正直親友を作りたいって思ったんですよ。この人親友ですって言える子が作りたくて、一緒にいろんなとこ出かけられる人みたいなのがいなかったから、だから私の中学時代いろいろあったけど、やっぱ3年間ずっと一緒に登校結婚してくれたし、でもまずそこに本当にすごい感謝してるのに、やっぱこうやってちょっと連絡が取れなくなっちゃったりとかしたから、だからちょっとこういう機会がもういただけたのがすごい嬉しくて本当にそうだからまたね連絡先交換してください。ぜひよろしくお願いします。再び親友になれた大切な人にもここでセンターになった報告を。ちゃんとセンター当たってる。もしよければ。そして2人の新たな思い出を作ってくれたお店にも新曲をキャンペーン。井上がお礼を伝えに行くというか、サプライズでどんどん出てくるの。しかもそのお化け屋敷のお化け的に待ってるからびっくりするよね。あとあれ何あげてんの？シングル CD あげてんの？ポストカードです。ポストカード。はいシングル CD でピンとこないでしょ。今シングル CD あげてたらなんでそんなことしてんだろうなるよね。自分から友達になってとかいうタイプなんだね。そう友達ってあえて作るものだと思ってて、すごいしっかり者の感じだけどすごいドジーな、どっちかって言ったらそうだったんだ。
だいぶまだこっちの世界では本来の良さは出せてないんだろうね多分。雨宿りしながらお世話になった人を思い出し中。割と学生時代の友達とかにも会えたし、まあ中学時代は塾に通ってたので、その塾の先生には小学校3年生の時からお世話になってるんですよ。勉強があんまりにもできなくて、小3、4ぐらいの時から塾に通わせてもらってて、で本当にその先生のおかげでなんとか高校にも行けたし、中学の勉強もついていけたし、すごいたくさんなんていうんだろう、お世話になったなって記憶はあるんですけど。これ次誰に会うんだって感じになる。あ、塾の先生。すごい久しぶりですね。ちょうど塾の話してた。そのエピソードを言うとその人が出てくる。うち来ると同じシステム。誘導されてんの。もうこれうち来るとさ本当に長い間お世話になった。本当に母親にもいまだに言われます。塾行ってなかったらとか、先生じゃなかったらあなたはどうなってたんだろうか。自分の中ではこんなに手がかかった子の一人ではない。そう。忙しくしてたから、忙しい中でも頑張る子で、こうなんか弱音吐くのはそれでも聞いたことがなかったから。まあちょっと気持ちが入ってないなっていう日はね時々あったりはしたけど、でも中3になって受験っていう時になったらね頑張ったかな。もう本当にできない。もうそういう表情で勉強する。わからない時はわからない顔をするからありがたいって。その通り、話したことが伝わってる時とそうでない時がすぐ変わりで分かってない時はぼーっとしてて、でも時々今も動画とかであります。表情変わってない。この顔ね。これ分かってない時なのね。自分は知らなくて最初で、周りにいる先生から聞いたんですよ。でもちろんびっくりして、口数がそんなに多い方でもなかったし、なんかみんなをこう楽しませて、みんなを喜ばしてっていう方面に行くっていうイメージは全く持ってなかったからびっくりして、最初はこうどっちかというとなんか心配な目で見てて大丈夫かなと。そうですよね。うまく喋れるかなとか、こうでもう最近は時々もうなんかしないもう大丈夫だと思って。自分からでしょ、やってみようと思ったの。あんまりこう中学時代とか特に能動的に動いてるタイプじゃなかったので、正直多分こう割と高校でもうちょっと積極的になろうじゃないですけど、まあ、ある意味高校デビューしてたので、だから中学時代の私を知ってる先生とかはどう思うんだろうって最初は思ったんですけど、今安心して見てられるって言われて、全然ドキドキはしないと思って。本当堂々としてて大したもんだなと思って。そんな井上の存在は先生の教育方針を改めて考えるきっかけになったそうで、今も見てる子どもたちがこっちが分かってない才能ってみんな持ってるんだなと思って、その時は歌がこれだけうまいと思ってなかったし、人前でこんな、ね、みんなを喜ばせるようなことができる才能があるとは思ってもなかったから、子どもたちを見る目が変わったというか、なんか勉強がこうだからじゃなくね、いろんな良さがあって自分でね頑張れるところ向かっていってくれればいいなっていうのは思うようになった。ありがとうございます。そして恩人である塾の先生に感謝の気持ちを込めて新曲を PR。3枚目シングル。本当にありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。はい。頑張ってね。頑張ります、本当に。さらにロケでお世話になったお店のマスターと店員さんにもポスターを渡してしっかりキャンペーン。なるほど、こういうところの人も入ってる。続いての思い出の場所は学生時代に通っていたというカラオケ店。ここで寝ながらこぼしたと。カラオケすごい好きで行くんですけど、やっぱ学生時代はお金もそんななかったし、フリータイムでずっとカラオケに友達と行って、朝10時に集まって開店室と同時に入って6時までとか8時までとか、そのマックスの時間までずっと居続けるみたいな。まあでも中高ですかね、多いのは。でそこから中学。うわなんだいらなきゃ。すげえ仕込んだな、これ。大変だった。あ、幼馴染です。友達多いね。
1歳ぐらいの時からだから17年間。細かく言うと17年間。17年間。カオルです。お願いします。かおるちゃん、かおるちゃんはずっとの友達だ。井上とは1歳からの幼馴染かおるさんと馴染みのカラオケ店で思い出話を。めちゃくちゃすごいなこれ。そうですね。家が近くてというか、まあ同じマンションに住んでて、でまあ遊んだり喧嘩したりなんやかんやしたりみたいな。ちっちゃい時は喧嘩ばっかりで。でなんならそれで一回絶交してるぐらいの感覚に近い。いや絶交しまくってるから分かんないけど、なんか結構頻繁に絶交はしてたんですけど、お勉強もできるんですけど、良くない方の頭もいいんですよ。だから大体、まあ、一緒に悪いことして怒られるってなった時に全部なする。ちっちゃい時それなりに可愛かったんですよ。一緒に習い事行ってる時にすごい覚えてるのが、ちっちゃい時可愛くてもね、大きくなったらブサイクになるんだよ。言われて、いやそんなわけないしみたいな言い争いをして、その時も多分絶交した気がする。それは記憶にありますね。あ、いいね。めっちゃ一番きてたのはここじゃないかな、と思いますね。だいたい私が歌ってることが多いです。だいたいずっと聴いてて、やっぱ多いのはアニソンボカロかな。一番最初は絶対に残酷の天使だと。はい、私が絶対に入れます。褒めてくれるんですよ。いや本当にうまいんで。いやなんかあんまそんな風に歌褒められることないかったので、多分一番褒めてくれる歌を。なんだろう、幼馴染でいてくれてありがとう。いやでも本当に多分それが一番大きいですね。なんかやっぱ小学校中学校から関わってる仲いい友達もいるけど、なんだかんだこう安心できるじゃないですけど。そんな子いないわ1歳からなんて。彼女割と本当に人見知りだし、ちょっとツンなとこあるけど、絶対に私がこれやろうなんていうの決めたこととか否定をしない。なんかやりたいこと絶対に笑わないから、そういうのってすごい大きいんだなってここまで大きくなって分かった。ちっちゃい時からずっとそうだけど、ここまで大きくなるまで一緒にいなかったらその良さには気づけなかったから、だから今ありがとうを伝えるんだったらそこかな。心の面で割と支えてもらったことが多いかもしれない。そんなことあっただろうか。まあ分かってないぐらいがいいんですよ。そのままでいてほしい。感謝を伝えたところで、井上にはいつものコースで締めてもらいます。残酷な天使のテーゼ。ああいいね。いい。わあ当時の。いやーなんかテレビで見た時より知ってる側に戻った気がするなって。確かにすごい聞き覚えのあるなぎだなって感じの歌い方でした。いやでもやっぱなんていうんだろう、次入れる曲考えちゃう。続いてやってきた思い出の場所は平塚市にほど近い寒川神社。寒川さんは毎年家族で来させていただいてて、ちっちゃい時からそれこそ七五三とかの時に行ってるので、
確実に15年を毎年来てます。あ、おみくじは引いてました。ちっちゃい時は結べなくてないですね。運がとにかくないので。ヒット祈願だからね。本当に合格時に全部使い果たしちゃった。引きました。高校受験の時とか引きました。どうだったんですか今日でしたの上に試験落ちるってあって、落ちるって出て願書出しに行った日に落ちるって言われて、今さっき願書出しに行ったんだけどって思ってだからちょっと神様の言うことは絶対かもと思って、そこから猛勉強しました。落ちたくないから努力してなんとか受かりました。逆にそれで頑張った。ここでせっかくなので新曲のヒットをおみくじで占ってみることに。27番です。はい、27。でも私誕生日が17なので、関係ねえじゃん。27ってそれに10足したら27。だったら何だって足せばなる。はい。よっしゃ、頼むよ。じゃん。あ、なんと中吉。まあできたら小吉出したかった。確かにね。まあいいんじゃない。そんな中吉井上、お世話になっている寒川神社で新曲のヒット祈願。33枚目シングル「おひとりさま天国」ヒットしますように。ぜひよろしくお願いします。そして15年以上お参りに来ている寒川神社の神主さんにも新曲を PR。神社で貼らせていただいて、神社にありがとうございます。これご利益ありそうだね。よろしくお願いします。すごい。はい、嬉しいです。大地を震わし激しく降る雨の光、言葉なんかよりもっと饒舌な雷と風を斜めることはできない。誰のせいかどうだっていい。いつの間にか大事なもの踏んでしまった。謝っても許されない罰を受けるべきだ。人間は言ったじゃないか、気をつけろと。やり直して間に合うか。守らなきゃいけないものは誰かを思う愛だ愛だ。これからどうしようか。ここから逃げ出そうか。それとも開き直ろうか。誰も知らぬ間に何か思いがけぬ罪を重ねてる。いっそ僕が気づかなきゃこんなにも苦しまない。謝っても許されない罰を受けるべきだ。人間は言ったじゃないか、気をつけろと。このままで逃げ通せ。追いかけられても立ち止まるな。暗闇の中そう希望なんて探すなよ。飛んでいたじゃないか。次回井上の一番の恩人とは。びっくりした。
中西あるのです。吉田のクリスティです。チャンネル登録お願いします。お願いします。